もそも会社なんて動物園なわけですよ。この辺でやっぱり吸ったもんだってこずった。年商3億円で挫折する経営者と成功する経営者の違いというところで、アップルフィックスセンターさんが2、3年目で3億の規模で、今現在では38億円の規模の会社まで成長させてきた森社長に極意であったり経営者において大切なものとかっていうところをお教えいただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、お願いします。まだチャンネル登録してない方は、ぜひ登録してください。お願いします。年商3億円の壁っていうところが結構言われてると思うんですけど、そのあたりで伸び悩んでる企業って結構多かったりするんですかね。日本の企業約400万社言われてますけど、実際に1億円を超えてる会社がもう半分以下だったりする統計もあるので、多少前後はあると思いますが、1億円未満が約 60%、 1億円から3億円が 22% とか、3億から10億が 12.5% とか、10億から40億が 5%、100億超えてる会社に至ってはもう 1% ぐらい。3億超えてる会社ってね、全部の会社の 20% ぐらいしかないから、そういう意味ではそこまでいってないっていう会社の人たちが多数を占めると。前お伺いしたのが2、3年目で3億円ぐらいの規模になっているというところを聞いたと思うんですけど、森社長自体は年商3億円の壁っていうところを感じられたとかってあったりするんですかね。僕らは思いっきりハマってますからね。なるほど、1年目7000万売って、2年目1億5000万いって、3年目で2億9000万いって、その後3億2000万、3億5000万って、大体この3億前後で3年ぐらい足踏みしてるんで、結果だけ見ればハマってますよね。従業員がやっぱ100人超えた時ぐらいに、2年3年ぐらいは売上は微増してるけど、ちょっと従業員数が伸びなかったり、ですから10億100人ぐらいで3年間ぐらいちょっと停滞があって、で正直直近も売上は伸びましたけど、従業員数の伸びが鈍化しちゃっていて、ここ 2,3 年今ちょっと詰まってきてる感じなんで、よく1と3がマジックナンバーって言われますけど、30人100人300人のところで見事 2,3 年ちょっと詰まってますし、売上で言ったら3億10億30億超えたところでちょっと詰まってるんで、その通りなのかなとは思いますけどね。はい。当時振り返ってみて、どういったところが要因で踏みとどまってたとかってありますか？3億の場合はうちは人ですね。これは各個人の能力だと思うんですけど、要は経営者って最初どういう人が起業するかっていうと、普通に考えてプレイヤーとして優秀な人が大体独立するわけですよね。一部お金も人も集めてノウハウを持ってるような、それこそメルカリとか、あからさま狙ってちゃんと運営してる素晴らしいスタートアップとかちょっと置いといて、普通の人はプレイヤーとして優秀だから独立するっていうのは多分一般的にはほとんどだと思うんですけど、そうなってくるとやっぱり最初プレイングマネージャーなわけですよね。で、ぶっちゃけ数人とかだったら考え方を共有する余裕もないし、しなくても別に回るんですよね。最初は空気マネジメントできるんで、社長そのものが教材だから、それは違う、これはこうしてほしいとか、俺はこういう思いでやってんだと、これが常に回るわけですよ。だからマネジメントっていうことをしなくても、業務のやり取りで空気マネジメントできちゃうんですよ。その人の個人の能力として、それが通じる人数までは第一フェーズですよね。多分人によって10人なのか20人なのか30人なのかってだけの話で、一般的に言うとそれが多分3億ぐらいの年商の時にこのフェーズに当たることが多いから3億の壁とか言ってるだけだと思うんですよ。なので大体は人の問題かマーケティングで一旦つまずきかけるのが 2,3 億とかでっていうことだと思うんですけど、尊敬する経営者が言ってたのは、経営にやっぱ大事なのは人、金、ノウハウ。昔は情報とか言ってましたけど、今は情報を別に取れるんで、金に関してはかなり赤字を踏む事業とか、かなりスケールをかけたいとかっていう時なんで、ちょっと一旦これ置いといて、やっぱり人かノウハウだと思うんで、ここで言うのは人イコール人数、経済が変わるとかっていうタイミングで、もう一つはノウハウでマーケティング、販路とか販促とかの話ですよね。これのどっちかで多分引っかかるだと思うんですけど、そもそも会社なんて動物園なわけですよ。要は価値観とか全然違う人たちがそれなりの人数集まるわけじゃないですか。年代も違えば育ってきた状況も違って、言うならばライオンもゾウも全部一発ボンって入れられてるような感じなんで、それぞれの例えば部署でも結局それが発生してるわけですよね。 A という檻の中にはシマウマとキリンとゾウと、これがいくつもあるのが会社みたいなもんじゃないですか。例えばシマウマだけ集めようぜっつってシマウマばっかり集まってくるわけですよ。で仲もいいし価値観も割と似ているし、これでよし俺らうまくやっていけるぞってやるわけですよね。こうなったら別にマネジメントだから、さっきも言ったように空気マネジメントとか、そもそも価値観に似てきている人を集めたりするから別に問題ないわけですよ。これでバーッと授業をやっていくと、いずれ壁がやってくるっていうのは、伸ばそうと思った時にキリンを入れなきゃいけないかもしれない。でタチが悪いのはこれ分かんないんですよ。入れてみないと。シマウマ10頭でやってます。これでよし俺らのやり方っていけるぜと、人増やそうぜとっ
って言った時に、とにかく20人にしたら売り上げ倍じゃねえかみたいな感じの発想するわけですよ。じゃああと10人入れようぜっつって欲張るとですね、シマウマじゃないやつを入れるわけですよ。でこうやって組織がちょっと変わってっちゃうんですよね。シマウマだけでやってたのがカバが入ってゾウが入ってキリンが入ってとかっていうのが気づかないうちに起こりますと。もう10人増えたらこれもう10頭のシマウマと10頭のバラバラの動物じゃないですか。ハレーションがいっぱい起きたりとか問題が起こってくるわけですよ。この問題に嫌気がさしてとか、壁に当たって止まるとか、人によってはもうだから嫌だっつって少数制でやりたいなんていう経営者いっぱいいますよね。実際に3年目でいうとアップルさん2、30人ぐらいの人数だったじゃないですか。そういうことは実際に起きてたんですか？そうですね。だからやっぱ大義はちゃんとなきゃダメで、うちで言うとフィロソフィーとか、だからうちもこういう例えしますけど、キリスト教の人が教会に来るときに聖書を疑ってたら絶対ダメじゃないですか。キリスト教だとしたら聖書としては使わなきゃいけないじゃないですか。会社だったら会社のルールブックだったりとか、その会社にとっては聖書ですよね。これにアグリーしない人はやっぱり、基本入れちゃいけないし、アグリーさせるように頑張らなきゃいけないですよね。もうちょっと具現化すると、やっぱ会社としてのやっぱりその考え方、理念とかっていうのはちゃんとあった方がいいです。だから採用とその入社した時のインストールにはやっぱ結構力入れた方がいいのかなっていうのが今の結論ですよね。で大体この辺をおろそかにするんですよ。ちっちゃい時お金もないし時間もないから。また結局その従業員同士の相互理解なんですよね。外人とか見てすごいなと思うのは、全く知り合いじゃなかったら全然関係ない感じなのに、仲良くなった瞬間にすごい良くしてくれるんですよ。日本人といきなりインド人が来て働くってなった時には、相互理解をさせるようなカリキュラムとか工夫仕組みを作ったりとかっていうのはやっぱ大事かなと思いますよね。怒らないためにどうすればいいかって言いますけど、怒りますよ。怒らないようにどうすればいいかもちろん人間だから考えますと。プラス怒った時にそういう場合はどう解決しに行くかとかっていうのも一生懸命考えるっていうのが、経営の本とかいっぱい見たら同じようなこと書いてるわけですよ。これを事前に防げるんだったらもうこの本で全部みんな解決するわけじゃないですか。でも本当にこれ考えてできるのって相当優秀じゃないとできないと思うんで、怒ることを前提にどうするかっていうのを考えた方が僕はいいなと思ってるんですよ。次はですよ、直接顔が見えて業務させられる、ここの人数がちょっと能力によって変わりますけど、仮に僕の場合これが30だったとして、次に多分訪れるのってこの先にまた階層ができるみたいな話なんですよ。表面上階層作っても、例えば同じオフィスで30人働いてたら顔が毎日見えて、業務内容もこう密接だから仕事でも絡みがあって、間接マネジメントは直接してるわけですよ。例えば分かりやすく言うと、遠隔地に拠点作りますよってなった時に1対1対 N になるわけですよ。間が入るじゃないですか。これを想定してる組織作りとか、その時点でこの管理者が育ってないって瞬間に結構いろいろ起きるんですよね。だからこれが大体僕らの中ではやっぱ100人ぐらいの時に吸ったもんだして、自分で見てる時はそんなんで辞めるわけないよねとか思ってたのが、本当の意味で間になった時に、この管理者によってめちゃめちゃ辞めるとか、こっちの視点めちゃめちゃ増えるとか、こういうのがやっぱ出るわけですよ。この辺でやっぱり吸ったもんだってこずった。これは真面目に成長したいとかうまくいきたいっていう人の話なんですね。もう一個はなんで3億ぐらいで詰まるかっていうと、結局満足しちゃうんですよ。自分の会社でですよ、3億ぐらい売り上がったら下手したら利益率 20% で6000万ですよ。でこれ 100% オーナーだったら年収5、6000万の人の生活できちゃうわけですよ。要は会社で何でも経費落としたい放題だから、月の経費100万200万使って経費だから利益減るだけで、そうするといくらでも飲みに行くし、高いものブランドも買えるし満足しちゃうわけですよ。結局言葉ではいやもっと行きたいんですって言っても、結果満足しちゃってるんですよ。そのせいか遊びの時間大事じゃないですか。それ以上会社本当大きくしようとしたらね、いろいろ個人でもリスクを負わなきゃいけないし、そんなにブランド物身につけて買って遊んでる場合じゃないしって言って、やっぱ遊びに夢中になって結果業績伸びてませんよねっていうパターンも結構あるんです。でもなんかいろいろ言いましたけど、結果一言で言うと、諦めないか諦めるかどっちかだけですよね。さっき言った通り、結局みんな来るんですよ。そういうのどうすればこういうことが起こらないかとか、どうしたらさらに伸ばせるかって考えて続ければ結果伸びるんですよ。でもそこで挫折して、いや俺経営者向いてないかもとか、人数増えると問題あれだからなとかって言ったらそれは伸びないです。最後は行動じゃないですか。やりたいなと思っても結局何も行動しなかったら伸びないですし、諦めるか諦めないか、行動するかしないかだけですよね。最後に本日の動画見ていただいてありがとうございます。アップル引っ越センターではホームページや各種 SNS 等々で様々な情報を発信しておりますので、興味を持たれた方はぜひ見ていただけると嬉しいです。またこのチャンネルもですね、研修とか現場、対談、いろんな情報を発信しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてください。この動画のいいねもよろしくお願いいたします。では本日ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。